カリスマ日本酒バイヤー中野恵里です。今日私は自分の家にいます。乙女トールチャンネル番外編ということで、今日は酒粕を使ったピザ、そのレシピを紹介したいと思います。はい、では酒粕を使ったピザを作ろうと思います。生地に酒粕を練り込んでいくっていうタイプの酒粕ピザなんですが、まず酒粕が入っているボウルにドライイーストを入れちゃいます。作り方ってピザ生地でもパンでももう各ご家庭でいろんな作り方があるんで、何が間違いで何か正解っていうのも一概には言えないと思うんですが、私はいつもこういうやり方でやりますっていう作り方ですね。で、ここに酒粕とドライイーストが入っているところに40度ぐらいのぬるま湯を入れちゃって、でね、スプーンでもお箸でも何でもいいと思うんですけど、私はこういうバターナイフで混ぜます。バターナイフで混ぜるのが混ぜやすいのかって言われると、スプーンの方が混ぜやすいかなと思いますが、これね、バターナイフは後が便利なんですよね。この後の工程で。とにかくこれは混ぜるです。酒粕とぬるま湯とドライイーストが一体化するぐらいまで。ピザってなんか本当に職人さんとかプロのシェフなんかが作るとすごく丁寧にやってらっしゃったりとかするんですけど、私はもうデイリーユースで食べてるものなんで、そんなに神経質には作らないです。で、強力粉が入ったボウル、これもあらかじめ一番大きいボウルに入れとくのが私のやり方では便利なので、でっかいボウルです。で、ここに薄力粉合わせます。そしてお塩一つまみぐらいですね、入れちゃいます。でもうさ、じゃ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 ーんとこう混ぜて、そこに酒粕ドライイーストぬるま湯を溶かしたのをもう入れていっちゃいますね。で、バターナイフが便利なのはここなんで、スプーンだったらここのくぼみに溜まっちゃうけど、バターナイフたまんないし、ちょっとくっついてもこうやってすぐ落とせず、さっと余さず使えるから便利ですね。で、次ちょっとこう固めのゴムベラで合わせていきます、生地を。ここももう最初から手でこねていくっていう方の方がほとんどなんですが、私はもうゴムベラで最初の段階は合わせます。ちょっとずつね、まとまってきたら、ここでオリーブオイルを入れます。ゴムベラを使う理由はもうこれですね。この周りについた粉をこうクッと落としていけるので、少し固めのゴムベラを使うのが私は好きです。もうこれだけでもだいぶまとまってきてるんですけど、もうちょっとゴムベラでならします。で、
ぼちぼちですね。手でいこうかな。はい、では手を使ってこねていきます。もうほとんどゴムベラの段階でまとまってきてるんで、あとはもう滑らかに表面がなるまでね、押さえつけて畳んで、あくまで私はこのボウルの中でやっちゃうんで、割とちょっとこう固めに、何みたいな硬さって言われたらちょっともう表現できないんですけど、割とちゃんとこう硬い状態で、もうこうやってこのぐらいになったら、私はもうラップとかそんなんじゃなくて、このままもうこの十分大きさがあるんで、発酵して膨らんだって何ともないから、このボウルの中に入れて、でこれちょっと便利なんですけど、ボウルはボウルで、このトレイはトレイで別売りしてるんですけど、ピタッて蓋になるんですね。でこのまま置いときます。常温で置いとく場合と冷蔵庫でっていう場合とお休みさせる時間が違うんですが、常温だったらもう30分とかでも全然生地としては成立しています。で冷蔵庫だったらやっぱりこう4、5時間以上はお休みさせて、何だったら一晩寝かした方がいいかなっていう感じなんですが、生地としてはもうこれであとは休ませるだけなので、これでおしまいですね。はい。では休ませた生地、バッチリな感じです。発酵してます。今酒粕の香りもちゃんとしてすごいいい感じです。これから生地を伸ばしてトッピングをしていくんですが、打ち粉をします。これも打ち粉も強力粉ですね。このぐらい打ち粉して、でそれでボウルから出して、でね、今日はこうベローンってでっかいんじゃなくって、半分ぐらい、半分こにして、こんなもんかな、半分。ちっちゃいピザを2つ作りたいと思います。で形とかは別にもうどんな形に伸ばしても全然自由だと思うので、伸ばしていきます。はい、適当な感じで伸ばしたので、次はトッピングをしていきます。酒粕の入った生地に酒粕を練り込んだピザだからって言って特に具材を選ぶとかはしなくても、全然トマトでもチーズでもオリーブオイルでも何でも、マッシュでもマッシュルームでも全然合うんですけど、私が個人的にこれなんかすごいいいんじゃないの、合うんじゃないのって思うのがザーサイなんですよね。ザーサイとそれから白ネギ、これがすごい酒粕の生地には一番合うんじゃないかと思うので、これを乗っけていきたいと思います。でもね、もうザーサイ今日はどなたでもお買い求めいただけるように、桃屋のザーサイ瓶詰めのを使って少しこうカットはしてます。ザクザクっとカットはしています。これをこう乗っけてですね、これ自体にも味がついてるから何もする必要はないです。すごい簡単に美味しいピザができます。ザーサイ最高で、次はね、一旦置いて、ネギも
もうすごい何もかもめっちゃ適当な感じで、好きなものを好きなだけ乗せるのがピザなので。でね、ここでごま油をちょっとかけます。ピロピロピロ。これ風味がすごい良くなるのでごま油かけて、でチーズをね乗っけていきましょう。チーズも別に好きなチーズを乗っけたらいいんで、もう今日は私はもうとろけるチーズ、とろけるシュレッドチーズを、これも別にそんなお値段が高いチーズとかじゃなくって、スーパーで売ってるような感じのなんですが、十分美味しく焼けます。これで。でね、これフレッシュチーズ、パルミジャーノ・レッジャーノのフレッシュすりおろしたやつですね。これをちょっとこうアクセントでかけてあげると、チーズの味が2種類になったら、味がちょっと味わいが厚みが出たりとかしていいですね。あとはオーブンに入れて焼きます。私の使っているオーブントースターってすごいもう20年選手で、もうちょっとヨレヨレなんですが、200度までしか温度が上がんないんですね。でなので、200度あらかじめ温めておいて200度ぐらいにしてあげてるところに投入するんですが、まず200度で15分焼きます。でそして今度200度っていうところを設定今なってるのをトーストに切り替えて、トーストで7分から10分、だいたいもう7分で揚げてもいいんだけど、少ししっかりめに焦げ目なんかをつけたい人は10分焼けばいいと思いますね。古いオーブントースターでも全然ちゃんと焼けます。ではオーブンに投入します。はい、焼けた。それではよいしょ。はい、ということでカットも終わったし、あとは美味しいかどうかは私が決めることではない、人様が決めることなので、モニターさんに召し上がっていただいて、また感想を聞きたいと思います。ではどうぞお召し上がりください。いただきます。はい、じゃあちょっと手でいただきます。そうですね、手でガブっていってもらった方が美味しいと思う。美味しそう。さっきまでコネコネしてたものがこんなピザになるなんて。いい感じで焼けてます。いただきます。美味しい。酒かすの味するかな。あんましない。ザーサイのうまさが好きなんだって思う。これお酒に合うかも。日本酒ね。日本酒。絶対合うと思います。これはお酒。はい。2人ともお酒好きやから、絶対これはね欲しいとこよね。キンキンに冷えた感じかな。すみません、止まりません。止まらない。ごま油もすごい入れてるし、なんかピザ生地ってハードルが高いイメージやったけど、これなんか見てるだけやけど簡単にできてたから、本当に。なんか向こう側におるね、酒粕。やっぱり食べた後の後から来る引き戻しがなくなった後にファーッともう一回酒粕が帰ってくる感じ。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
ドルチェさんとガッパーナさんでした。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。なん美味しかった。なんちゃうやろ。こんな感じですか。